盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉4代目北谷隆一です。今回のテーマは盆栽を枯らしてしまう3つの理由ということでいきます。盆栽枯らしてしまうその理由はいろいろあるんですけども、その中でも僕が選んだ特に気をつけてほしい理由3つを今日はやっていきます。じゃあ早速やります。じゃんと3とか3位ですね。植え替えの失敗。植え替えの失敗とはじゃあどういうことやと言いますと、植え替えする時にそうは簡単には枯れないんですけど、やっぱりねその根を切るとか人間でいうと外科的手術のようなことをするので、枯れる確率はやっぱある程度ありますね。で実際じゃあどこまでやったら枯れるか言ったら、根を切りすぎるとかで木をちゃんと植木鉢に固定してないばっかりにぐらぐら揺れて根が傷むとか、風で吹いて針金で留めてなかったら下に落ちるとかね、それで乾いて枯れるとか。だからそうですね、すごく植え替えは枯れやすいもんだというんじゃないんですけども、枯れる可能性をしっかり、含んでいる作業ということなんで、これは気をつけていただきたいということで、いろいろ枯れる、可能性のある中からこの植え替えの失敗というのを、3位ということにしました。はい、じゃあ続いてどんどんいきます。2番目、害虫や菌の予防ができない。松とか、松に限らんでも自然のもの植物をもう育てていく上でやっぱり自然界のいろんな影響を受けますね。で枯れるという現象だけで言えば一番僕の中で危ないなと思ってるのが菌ですね。菌はもう一回つくと徐々に枝が枯れていくんですけど、もう後から何か治療薬っぽいね薬剤を散布してもね結構戻ってこない場合が多々ありますね。だから菌に一回感染したらな確率で枯れます。結構枯れます。その分菌もなかなかねつきにくいもんではあるんですけど、あと害虫という面で言えばダニとかね貝殻虫がうち松盆栽なんでその辺が特につきやすい筆頭なんですが、ダニはちょっと弱ったりとかちょっと色が悪くなったりぐらいでそうは枯れないんですけども、貝殻虫いろんな種類おるんですが、貝殻虫につかれると結構しっかりと枝を枯らされる、もうついてるところは。だから一部分とかにつくぐらいだったら枝が枯れるぐらいで済むんですけども、全体にもしねたまたま大発生して全体の枝についたら多分全部の枝枯らされて、結局その木自体も枯れるということになるんで、やっぱりこれは大事であると。だから害虫に湧く時期よりちょっと前にそういう予防の薬を散布したりとか、菌でもそうですね。あと菌ではちょっと無理なんですけども、害虫だったら目に見えるのが多々おるんで、直接爪で引っかいたり、ピンセットで取ったりハサミで取ったりいろんな直接的な取り方で対処していくというのも手ではあります。薬剤ばっかりが全部ではないという。菌はちょっと薬剤やっとかないとちょっと防ぎようがない場合が多いです。はい。ちなみに次1位発表なんですけど、ちょっと今3つ挙げた中の手前というか、4位5位、番外編みたいな感じでちょっと口頭で説明させてもらったら、4番目ぐらいに来るのが置き場所かなと。あんまり日当たりが悪いとか、地べたに近すぎるとか、なんだろうな暑いとこでコンクリートの上とか鉄板の上とかね、そういう置き場所の悪さで枯れるみたいなのもあるだろうなと。それが上から言えば4番目ぐらいかなと。あと5番目までちょっとリストアップしたんですけど、5番目ぐらいに来るのは剪定の
仕方、時期が悪いとか切りすぎるとか、そういうのも枯れる可能性のあるもんだろうなと。でもそこは割と分かりやすいとこなんで、重大な3つには入れなくてもいいかなと。あとちょっと、危ないけども皆さん気づかずにやりがちみたいなのがね一つありまして、夏場なんかホースをね外にほったらかしにしてたらホースの中の水がもう完全に熱湯になってるんですね。だからその水の通る管が日陰に常にしまわれてたらいいんですけども、それでもちょっと熱い場合が多々あるんです。だからその水かけ、暑い時期の水かけはいきなり木に水をかけるんじゃなくて、ちょっとちゃんと水が出るまで手で確認してから水をかけた方がいいですよというのもあるなと。あともっと番外編で言えば、この YouTube チャンネルはあんまり見ないと、そういう人はちょっと枯らしやすいんじゃないかなみたいな、それはちょっと余計だったかもわからんです。では1を発表します。これやっぱりね、もうとにかくこれがダントツ1位なんですけども、ちゃんともう水やりの量頻度が不十分。まず水やりの量で言いますと、その時々ね YouTube でもプロじゃないアマチュアさんとか初心者さんとかが室内で盆栽に水をかけるときに霧吹きでシュッシュッシュッとされる方なんかちらっと見たことあるんですが、それではちょっと量が不十分じゃないかなと。やっぱり一回やるとなったらもう鉢の中全てがもう水で埋まるというかね、飽和状態というか、もうなんならもうバケツにドボンとつけてそれから持ち上げるみたいなでもいいぐらい、もうとにかくやるとなったらもうしっかりとその鉢の中が水で充満するようにやってください。でそのやる頻度、その量はしっかりやってもその頻度がじゃあ1日毎日1回やらないといけないのに1週間に1回だったりとか、毎日やらないといけないのに3日に1回とかでもちょっと枯れる可能性はかなり上がりますね。やっぱその毎日いるときは毎日やっとかないと、気の力もあるんですけど、やっぱ水が足りないというのはかなり危ないです。で逆にね多すぎたらじゃあ枯れないのか言ったら、多すぎて枯れることはなかなかないですね。ただちょっと調子の悪い状態にならんこともないんです。完璧な水やりって結構葉の色が緑緑したりすごく綺麗だったりで、芽の状態も程よかったりするんですけど、やりすぎると黄色っぽくなったりとかね、ちょっと気が甘えるとでも言うんですかね、なんかちょっと弱ったような感じ、やっぱある程度その適度な水の方が気にはいいんですけども、分からないうちはやりすぎぐらいがもうちょうどいいと。でちょっと水やり一番大事なんで、隣にある盆栽でじゃあどういう時に水をかけたらいいのかという、実演なんですが、この鉢をね、砂がありますわね。でこれちょっとだけ指で削ってみるんです。1センチまでもいかないぐらいです。でそこが濡れてたら湿ってる、これぐらい掘ってそこが乾いてたらもう水やろうかと。で前もいつも湿ってるとうちの木はという相談を受けた時は、どれぐらいこの水やりのその確認の仕方してるんですかって聞いたら5センチぐらい掘ってると。だいたいそれぐらい掘ったらね、どんな盆栽でもよっぽどでない限り湿ってます。だからそれでも常に水はある程度持っといて、でなんて言うんでしょうかね、100% 湿ってる状態が正確にはわからないんですけど、7割とか6割ぐらいまで乾いた時にまた 100% の湿度に戻すというような、そんな感覚ですね。常にやっぱある程度下の方は湿ってるんで、だから上の方ちょっと掘って乾いてたら水をやるタイミングだと思ってください。で分からんかったらもうどっちかなって言ったら、とりあえず迷ったらかけてください。迷ってかけないっていう方が危ないです。じゃあ水やりが結局は大事ということで、
もう盆栽の枯らさない塾のもう本当にね、なんだろうな、重要度で言ったらもう水やりが9割ぐらいになってはくるんですけども、はい、だからまあ皆さんもこれ、夏場なんかね、特に小さい盆栽は特に乾きやすいんで、下手したら小さい盆栽夏場なんか3回ぐらい、1日に3回ぐらいとかやる可能性あるんで、その辺はまあ他でもね、このチャンネルの中で水やりの動画あるんで、そちらでまた見ていただけたらなと思います。はい、今回は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。